窓は凍ってます。嘘。寒冷地仕様のカセットガスもつきません。どうも、くびおです。今北海道にいます。競馬の納車終わりました。自分のチャンネルでは恒例の納車直後そのまま車中生活始めます。せっかく北海道にいるので何泊かしてから南下していって青森など東北縦断しながら北陸の富山県へ帰ります。今12月です。寒いのはもちろん豪雪地たくさん通ります。自分自身今までで一番危険も伴う冒険になると思います。車は林営さんのマイクロバカンチェスというキャンピングカー仕様の車です。キャンピングカー登録ではないのでシンクなし、キャンピングカー専用の F ヒーターもありません。中古で7年落ち、走行キロ7万キロですがターボに惹かれて購入しました。そしてセカンドシートがもうない2シーターになってます。1人や2人旅に割り切ったレアな車です。荷物は先に送っていて車車具のセッティングが終わりました。装備などはまた後で詳しく説明します。タイヤはスタッドレスタイヤ履いています。そして4輪駆動です。チェーンは持ってきました。ワイパーはスノーワイパーに変えてくれていました。ありがとうございます。あと足りないものはカー用品に行って購入します。今回の旅は足りないものがあればどんどん買っていって快適に車中泊できるようにパワーアップさせていきます。それではスタートします。はい、まず乗って感じたのがめちゃくちゃ軽いです。ガソリンなんですけどターボなんでこういった街乗りでのストップ&ゴーですね。これがもう普通車のようにスイスイ走ってくれてすごい快適です。こちらでカー用品買います。オートバックスさんに到着しました。路面がかなり凍ってますんで運転怖かったです。はい、それではカー用品いろいろ買ってきます。買ってきました。このソファーの下にシガーソケットがあります。でサブバッテリーですね。残量メーターないんでこの電圧分かるやつ買ってきました。これ差しておきます。はい、表示されました。現在サブバッテリー 13V あります。はい、運転席も USB 充電できるようにこちら差しておきます。次はナビ代わりの iPad 固定できるようにします。はい、とりあえずこんな感じで仮で取り付けました。このゴミ結構容量大きいんで捨てられるか店員さんに聞いてきます。無事捨てることができました。少し車内入って今後の作戦立てます。この車内の家具なんですけどなんか落ち着いていてすごいいい色ですよね。ザ・バンライフというようなキラキラした感じはないんですけどすごい渋くてレトロな感じもして落ち着きます。気になるのが照明がちょっと数少ないんで夜もしかして暗いかもしれません。この辺はいろいろ試していきます。そしてこの回転式のテーブルすごくないですか。普通ここ入り口だったらもうデッドスペースになるんですけどもしくはこの横の家具に跳ね上げ式ですね。こうパタンってなるテーブルがあるぐらいなんですけどこれはもうそのまま回転します。こんな感じでちょっとキーキー音してるんですけどまた油塗ってきます。こんな感じでくるっとすればもうなくなります。でこの助手席の上の方に移動できます。もしくはこのソファーの上ですね。こんな感じもできます。これも今のところすごいいいなと思ってるんですけど実際に使っていってみないとメリットデメリットわからないですよね。この辺も今回ここでご飯食べてみて実際の使い方で確かめます。今から行く場所なんですけど今日はもう雪降らないみたいです。雪降らないのは少し残念なんですけどせっかくなんでここから寒いところ行ってみます。で北海道全体見るとですねこの真ん中ら辺が今日の夜寒くなるみたいです。ちょっと旭川ですねこの辺が20度22度その辺ぐらいまで下がるみたいです。この道東や稚内ですね一番北のとこそこよりも真ん中が寒くなるんですね。
やっぱり盆地だから冷気がたまるんですかね。もう北海道で一番寒いということなんで、もういわば日本で一番今日の夜寒くなるのが旭川のようです。こんな体験なかなかできないんで、ここから2時間ぐらいですかね、札幌から走って旭川に向かいます。北海道ガソリンスタンドが結構少ないので早めに満タンにしておきます。この一番左の車線、もう雪で通れなくなってます。はい、ここなんか入り口がすごい雪で難しいですね。はい、今店員さんに入れてもらっています。今回一般道と高速道路を走りますんで、燃費も計測していきます。はい、リセットしておきます。はい、高速道路に入ってしまいました。納車初日、凍った路面を高速道路夜走る想定外だったのでちょっと緊張しています。本来ここの道路なんですけど100キロ制限だったと思うんですけど、現在路面が凍結しているということで凍結80キロ規制というのが出ていました。北海道ならではですね。はい、今札幌から20分ぐらい走行して岩見沢という場所なんですけど、なんと高速道路上の電光掲示板マイナス11度になってました。車内の暖房一番暑くしていてもそんなに暑くならなかったんで不思議だなと思っていたんですけど、そういうことなんですね。やっぱり北海道レベルが違います。めちゃくちゃ寒いです。旭川来たことあるんですけど、冬はこんなに寒くなるんですね。今現在7時の気温がマイナス15度、そして朝方ですね、6時7時がマイナス21度まで下がるそうです。いやもう笑っちゃいますね。照明のポールもなんかもう雪がまとわりついてそのまま凍ってます。マイクロバカンチェス4区でスタッドレス履いてますんで、力強く雪道走ってくれました。路面凍結していたんですけど全く滑りませんでした。北陸の雪は溶けたりするんですけど、北海道はずっと氷点下なんで全く溶けないんですね。だからそんなに量降らなくてもどんどん溜まっていくようです。ここなんですけど、スーパーとホームセンターが併設されています。向こうの方には道の駅旭川が見えます。一旦スーパーで今日の食材買います。マイクロバカンチェス早速故障してる部分見つかりましたんで、ホームセンターで工具買っておきます。雪国ならではの除雪用の道具が売っています。雪離れスプレー、これ何なんですかね。あ、こんな感じでスコップが雪離れるみたいですね。こんなんもあるんですね。防寒具もたくさん売っています。靴下もこれすごい分厚いですね。メリノウールソックスでね、耳がもうめちゃくちゃ冷たいんでちょっと耳当て買ってきます。はい、それでは次はスーパーで買い物します。旅の初日ということもありたくさん買いすぎてしまいました。これ入りますかね。まず収納する前に、ここ冷蔵庫なんですけど、これがねちょっと潰れとってここ開くんですけど、ここが吸って傷がいってます。これを先直します。ここなんですけどね、なんか針金みたいなのが出ています。これを引っ込めます。はい、治りました。もうこんな感じで傷ついちゃって悲しいんですけど、まあ中古でも7万キロ走ってるんでよしとします。でこの冷蔵庫なんですけど、ここはテーブルになっています。こんな感じで開けて折りたたみになっています。でここが蓋みたいになっていて取れます。こんな感じで結構広くて、これ40リッターエンゲルの冷蔵庫です。これ下にかなりね奥行きあります。こんな感じです。で上にはすぐ取れるカゴがあります。この後ろからの方が冷蔵庫に入れやすいですね。買い物してここに置いてすぐに冷蔵庫に入れられる、この位置はかなり実用的でよく考えられてますね。
でテーブルはこんな感じで少し延長できます。ちょっとこれ一旦寒いんで耳当てしておきます。これ買いすぎましたね。心配になってきました。まずはこれペットボトルホルダーです。自分マイクロパカンチェスでかなり気に入っている装備です。2リッターのペットボトルお水、このまま入ります。めっちゃいいですよね。お水って結構使うんですけど、やっぱ冷蔵庫なんか入れるとかなり占領しちゃうんで、ここに2本4リッター入れれるのはかなり便利だと思います。じゃあ一旦ドリンク系ここのカゴを置いておきます。そして明日の食材とかも買ってきました。この下に入れていきます。はい、なんか心配していたのが嘘のように余裕で入りました。まだまだ入りますね。ここが冷蔵庫のスイッチなんですけど、どうしましょうか。これつけなくてもいいぐらい冷えてますよね。一応1にしておきます。カセットガスはこの床の下、ここにスペースあるんでここに入れておきます。あ、これやっぱりここ寝かさないと入らないですね。寝かすとここに 350ml の缶が4本入ります。保存の効くものはこの木のボックスの中に入れておきます。入らなかったものはここの上の収納入れておきます。はい、これで収納できました。駐車場ほぼ満車です。温泉もたくさんあったんですけど、こんなに混んでるということは旭川の人は温泉好きな人が多いんですかね。はい、じゃあお風呂の準備していきます。ここのシートの一番後ろ、ここに着替え入れてます。一応1週間分の着替えなど置いてます。で、余った隙間にはこういった保存の効く食料など置いています。早速先ほどホームセンターで買ったこのあったかそうな靴下履きます。なぜ北海道の人が温泉好きか分かりました。この極寒の世界でキンキンに冷えた体、それを熱々のお湯で温めるとすごい幸せでした。今まで入った温泉の中で一番気持ちよかったかもしれません。なんかサウナと温泉の中間のような気がしました。いやあんだけ暑かったのに一瞬で体が冷えそうです。はい、それでは車着スポットへ向かいます。道の駅戻ろうかなと思ったんですけど、近くに公園があります。でそこの駐車場結構大きいんで一回そこ行ってみます。はい、この辺なんですけど結構薄るぐらいですね。あれチェーンしてますね。これダメですね。ちょっと場所変えます。夜も遅くなってくるとさらに温度が下がって路面がツルツルです。なんかもうスケートリンクのようですね。はい、じゃあ一旦道の駅旭川行ってみます。はい、道の駅旭川なんですけどすごい車多いですね。キャンピングカーも 2,3 台止まっています。もうちょっと自然のある孤独なところが良かったんですけど、今日は北海道初日ということもあるんで野生動物も出ない安心安全な場所で初日を終えたいと思います。うわすごい、これトラックなんですけど駐車して放置してる車こんな感じでもうつららになってます。車端っこの方に移動して準備します。さあそれではここで車着をセッティングしていきます。今日はトイレ道の駅を利用させていただきます。一応ここですね、
折りたたみのトイレ持ってきました。これ広げたら台座みたいになって、でビニール袋をかぶしてトイレできます。で凝固剤で固めるタイプです。これセッティングなんですけど、まずこの運転席の椅子を前にします。でこの背もたれを前に倒します。でここに台が収納されています。でこれ広げます。でそうするとこんな感じでマット1枚、この細いやつですね、こちらがあります。でここにマジックテープついてますんで、こんな感じで延長できます。で一応ですね、シェード持ってきました。ここにスペースちょっとあったんで入れてきました。でもね、これが結構サイズ違うんですよね。こんな感じで開いちゃいます。で前も長かったりします。これハイゼットトラック用のインディ727のシェードなんですけど、ハイゼットカーゴとサイズが違いました。でも一応まあやっときますと思ったんですけど、やっぱ難しいですね。もうこっちやめときます。でフロントのシェードも合わないんですよね。と思ったんですけど、隙間とか結構空いてるんですけど、まあでも何よりかマシですかね。一応やってきます。サイドブレーキは凍る可能性ありますんで、お止めしておきます。はい、じゃあこれで OK ですね。中のセッティングします。今日この岩谷の
風段持ってきて本当に良かったです。もう一個下のグレードで前段っていうのがあるんですけど、それにしようかめっちゃ迷ったんですけど、風段で正解でした。そしてこれ台の上に風段のしてるんですけど、助手席の上斜めになってるんですね。なんで台を乗せました。これ今日納車時相談したんですよね。助手席の件フラットならアイデアないですかって聞いたら、倉庫からこのテーブル持ってきてくれました。これで車中泊行っておいでってすごい優しい顔で微笑んで見送ってくれました。本当ありがとうございます。そしてこのマイクロバカンチェスのサブバッテリーなんですけど、この運転席後ろ本来のセカンドシートの下にサブバッテリーが鉛で2つあります。なので 100A 2台なんで 200A 容量があります。そして今日電圧計買ったんですけど、現在 12.3V 電圧です。でネットで調べたら 12.3V は 60% の残量だそうです。で鉛バッテリーは 50% 以下は使ったらダメなんであんまりないですよね。今日2時間ぐらい走ったんですけど、やっぱりこんなに寒いとバッテリーはすぐ減ってしまうのかもしれません。現在車内は 6.4 度まで上がってきました。で外気温はマイナス 10.9 度ですね。もうマイナス10度って笑ってしまいますよね。で今日はマイナス20度まで行きますんで、どんな世界なんでしょうか。ちょっとワクワクするのと怖いのと半々です。さあそれでは晩ご飯にします。今日なんですけど、この車内に電子レンジがあるということでお惣菜を温めていただきます。初めての車中泊ということで晩ご飯は料理しようかなと思ったんですけど、今日は少し疲れたので温めるだけにして明日の朝ここで調理試してみます。たまにはこんな車中飯も手抜きですがいいですよね。でこのホッケ北海道今旬みたいです。これも楽しみです。電子レンジを使うにはインバータここにあります。 2000W ですね。ここのスイッチを押します。これでマイクロバカンチェスの AC コンセント全て使えるようになりました。まずはホッケから30秒温めてみます。この軽自動車の中で電子レンジ使ってるの面白いですね。はい、できました。あ、熱々です。はい、じゃあ続けて麻婆豆腐も作っていきます。せっかくなんでお皿に盛り付けます。はい、麻婆豆腐もできました。電子レンジ2回使ってバッテリーの電圧は 12.3 変わってないですね。それではいただきます。ごちそうさまでした。はい、それでは片付けて歯磨きして寝る準備していきます。はい、歯磨きなんですけど、いつもやっているやり方でいきます。この防臭袋二重にします。ここにトイレ用の凝固剤を入れます。ちょっともったいないんですけど、このきれいなお水こちらで歯磨きしてゆすぎます。でゆすいだお水はこの凝固剤の中に入ってゴミとして捨てます。はい、出たゴミなんですけど、こちらも防臭袋に入れて圧縮します。はい、でこの下ガス置いてたんですけど一旦抜けて、でゴミこの中入れときます。で今風段のこのカセットガスちょっと1本なくなりました。もう寝ますんでつけないでおきます。はい、フロントもカーテンありますんで閉めていきます。
これでぐるっと全方位カーテン完了しました。もう外からは全く見えない状態です。フロントウィンドウはシェードなんとかしたんですが、横のシェード全くしてないんで、これ結構冷気が入ってくると思うんですよね。でもこのカーテンあれば少しは断熱効果あると思います。ここがね、隙間ちょっと空いてしまうんですけど、このシートベルトのこの付け根っていうんですかね、ここに差し込むことができます。で、これで全く隙間がなくなります。そしてベッド展開なんですけど、ここも埋められます。この横ない状態でも寝られます。で、横幅なんですけど、ない状態で60センチですね。そしてこの背もたれを取り出して延長マットにします。ここは何も足ないですね。横のこの木の端のところですね。ここに乗っけます。で、最後ここですね。これも足があります。で、ここに L 字金具ですかね、こういうのがついています。で、それをここにちょうど差し込むとこあります。2箇所ですね。ここにはめていきます。はい、これでかっちりと固定されました。で、ここの入り口もマットあるんですけど、今回一人旅なんでもうこれだけにしておきます。で、この状態で横幅が60センチから約89センチに伸びました。90センチ横って考えたら十分寝返りも打てるし、一人だったら快適に眠れます。今日はマイナス20度と未知の世界なんで、シュラフも二重にします。まずこの封筒型のシュラフ、これはロゴスの2度まで快適温度で眠れるというシュラフです。これ封筒型でそんなに密着しないんでゆったり眠れます。で、この中にナンガのダウンシュラフ、これはマイナス5度まで快適温度で眠れます。このシュラフはもう首とか頭まですっぽり入るタイプです。さあ、これでうまいこといくでしょうか。この横幅は測ったんですけど、長さ測ってなかったですね。長さも測っておきます。このマットの端に合わせて、そしてこっち側はまず延長する前ですね。その状態で165センチで、延長すると185センチっていう感じになります。なので自分は身長170センチなんで、やっぱりこの延長マットは必須になりますね。160センチぐらいまでの方でしたらもう延長マットなしで眠れますね。現在外気温マイナス14度まで下がってきました。で、今日のですね、朝方一番下がるここの温度がマイナス21度です。7時。こんなに寒かったら明日の朝このカセットガス使えないと思います。で、ちょっと実験したいと思います。これがノーマルのカセットガス。多分氷点下になってくると使えなくなると思います。で、これが氷点下でも使えるパワーガスという外のカセットガスです。これは結構寒さにも強いと思います。ただマイナス多分5度とかそのぐらいまでかなと思います。で、車内何度まで下がるかちょっと分かんないんですけど、こちらをこのまま車内に放置して明日の朝使えるか確かめます。ノーマルとこの外の寒冷地仕様のガスですね。で、それプラスこの去年も使ったんですけど、お弁当ウォーマー、これここの温度を30度とか20度設定した温度に温めてくれます。この中入れてたらカセットガスが温まって使えます。ただ多分ね30度以上にならなかったと思いますんで、熱くなって爆発するってことはないと思います。これモバイルバッテリーで動きます。一番高い温度が60度でした。で、一番低い温度が30度です。なので30度で温めます。一応直接熱が当たらないようにタオルを巻いておきます。はい、これでセッティング OK です。果たしてどれが使えるでしょうか。楽しみです。はい、それでは眠ります。やっぱりですね、このダウンジャケットを着てるとかなり圧迫されて狭くなりますんで、このダウンジャケットを脱ぎます。やっぱりあったかいですね。ただですね、この外に出てる顔の表面は冷たいです。いやー、しかし北海道の本気を味わえました。自分関西から北陸富山県に移住してすごい寒いなと思ってたんですけど、北海道のこのマイナス20度の環境から比べると北陸は全然寒くないって感じがします。もうそのぐらい北海道はレベルが違いますね。
この気温を乗り切ることができれば貴重な体験になると思います。無事明日の朝起きれることを願って寝ます。それではおやすみなさい。おはようございます。シラフから出るのがかなり辛いです。今車内の温度なんですけど、LO ローですね。これも測定不能になってます。外気温はアプリではマイナス22度ですね。車内もう一つ温度計ありますんで見てみます。こっち行きますね。マイナス 13.3 度。車内は現在マイナス13度です。窓は凍ってます。なんか氷の模様みたいな感じになっています。車内ですが手袋しないんで手の先がもう痛くなってきました。ヒーターつけます。さあまずはこのノーマルの湯あたりのカセットガスからいきます。もう持つだけですごい冷たいです。ちょっと窓開けます。つくでしょうか。ダメですね。つきません。次は外の寒冷地仕様のやつ使います。さあどうでしょうか。ついてくれ。嘘。寒冷地仕様のカセットガスもつきません。ちょっと接触悪かった可能性あるんで、もう一回しっかり押してやってみます。もう手がかじかんで辛いです。ついた。つきました。10回ぐらいしてつきました。ちょっと一旦切ってこの検証なんでお弁当ウォーマー使ってみます。これね実は朝も消えてて0度になってました。なので今ちょっとつけ直しました。すぐにでだからもしかして外と変わんない温度かもしれません。一回使ってみます。じゃあお弁当ウォーマーで温めていた湯あたりのカセットガスノーマルバージョンですね。こちらからいきます。つきました。ついたということはこのお弁当ウォーマーですね、中に入れてたらノーマルでもつきました。でこの寒冷地仕様のガスもお弁当ウォーマーのやつは問題なくつきました。で外に出してた寒冷地仕様のカセットガスだけつきにくいんですけどなんとかつきました。でも明らかにいつもよりこれ火が弱くてなかなか温まりません。ちょっといけたと思ったんですけどやっぱりノーマルのやつはダメですね。一旦切ります。そりゃそうですよね。なんかもう凍ってますもんね。じゃあお弁当ウォーマーの中に入れていた寒冷地仕様のカセットガス使います。はい、問題がつきました。あったか蘇りました。このモバイルバッテリーお弁当ウォーマーの電力がすごい弱いんですよね。5ワットとかそんなもんなんでもうオフになっちゃいました。勝手に。なんでこの中に入れていたカセットガスは最初温まってその熱を保温している状態ですね。それで朝つきました。なのでやっぱり1本カセットガスシュラフの中に入れて寝るのが一番いいかもしれません。あとはモバイルバッテリーこっちが消えちゃったんで違うタイプも試してみて消えないかやってみます。このちっちゃい方も試してみます。これでしばらく放置してみます。このベッドの寝心地なんですけどめちゃくちゃ良かったです。結構ねクッションが厚みもあるんで底付き感もなく、しかも今回シュラフを二重にしていたんで背中は全く痛くありませんでした。やっぱりベッド幅90センチありますんで一人で使うともう余裕でした。手の置き場っていうんですかね、こういった横に置いても広いんでもう自由に不快感を感じることなく眠れました。ただ一つですね、やっぱりかなり寒くなるんでこのシュラフについているフードみたいなのかぶったんですけど、それがやっぱりちょっと自分は苦しい感じしたんでもう頭出して寝たんですよね。そしたらもう夜中ですね、もうすごい寒くて
もう起きちゃいました。中は全然あったかいんですけど、顔だけ冷たい感じですね。それで起きる感じでした。それからはもう頭までかぶってぐっすり眠れました。さあ、そしたらちょっとトイレしたいんで、一旦風暖消して外行ってきます。じゃあまずはこのテーブルをスライドさせて、次はこのマットを取ります。これで出られる状態です。昨日ついたこの雪ですね、車内全く溶けてません。もうずっとこの下の方は氷点下以下だったんですね。うわ、もうドアのとこもこれ凍ってますね。白くなってます。どんな世界なんでしょうか。あ、雪は積もってないですね。あ、よかった。見た感じ問題ないですね。このワイパー上げるの忘れてました。これくっついてます。凍ってくっついてました。こっち側も問題ないですね。輪止めももう取っておきます。もう少し外出ただけなんですけど、手が痛いです。この薄い方、スマホが使えるこの毛糸の手袋はすごい痛いです。こっちが防水なんですけど、こっちがまだマシですね。お、開かないドアが、あれ凍ってる、もしかして。ちょっと開かないですね。あ、開きました。すごい硬くなってます。でもこの辺凍ってるんですかね。こっち側は大丈夫ですね。ただもう鉄路で凍ってますね。あ、でこのタオル昨日濡れたんで干してたんですけど、タオル固まってます。警備員さんが立ってますんで、ここの道の駅多分車後でめっちゃ来ると思います。まだお店オープンしてなくてトイレだけ使えると思うんですけど、お店がオープンしたらもう車抜けた方がいいですね。あ、ここに注意書きありますね。車中泊はこちらに駐車お願いしますって。この周りはダメってことですね。ちょうどこの橋止めたんで良かったです。はい、じゃあトイレ借ります。ちょっとお土産とか買いたかったんですけど、オープンする前にもう違うとこ行きます。あ、ここが雪捨て場なんですね。本来駐車場みたいなんですけど、もう雪がバーって積まれて山みたいになってます。じゃあエンジンつけて暖気運転しながら移動の準備します。さあ、かかるでしょうか。あ、いけました。じゃあ動けるようにこの追加のベッドマットを取ります。でここを折りたたみます。そして席を戻します。で風暖を下に下ろします。やっぱこれ動くのすごい便利ですね。ただやっぱ中古でちょっと錆びてるんで、キーキー言います。また後でホームセンターで油みたいなの買っておきます。はい、じゃああとはシェードを取っていきます。これハイゼットトラック用のやつだったんですけど、意外といけましたね。ただやっぱり吸盤が弱くてポロポロ落ちてきます。フロントウィンドウの結露が凍っちゃってます。これ中ですね。ちょっとこれで取ってみます。あ、もう全然ダメですね。凍ってるんでやっぱりゴムなんで取れないですね。あ、でもこうやって何回もやったらいけます。ちょっと剥がしていきます。もうなんか鰹節みたいに取れていきます。これ下に敷いてこれで削っていきます。はい、だいぶと見えるようになってきました。これもホームセンターでもうちょっと短いやつですね。それ買っておきます。やっぱこの R にフィットしなくて削りにくいところが多かったです。このタオルは何本あっても困りませんね。はい、じゃあ出発します。道の駅旭川さん、ありがとうございました。
やっぱり線が見えないですね。はい、すぐ横の公園来ました。ここの駐車場めっちゃ広いんで、ここで朝ごはんいただきます。ちょっとどこがもう駐車の正解か分からないですけど、全然車いないんで、もう邪魔にならなさそうな場所止めておきます。着いた。いただきます。ごちそうさまでした。はい、今回はもう洗い物ゼロです。初めて車中飯ここで調理してみて思ったんですけど、まだ慣れてないんでどうしようかなって考え中ですが、この回転台がやっぱり使いやすかったです。ほとんどグラグラせずに結構安定してますんで、こういった火の調理も安心してできました。で、ここの木のボックスですね、これすごい良かったです。ここでお皿を置いたり、この調理の予備台として使っていました。ここも少しだけ使えます。で、冷蔵庫、食材も取り出して、もう取り出さないという感じでしたら、ここも使えるんで、結構広くなります。なので将来的にはここになんか DIY して棚作りたいですね。調理ができる棚と収納です。それがあればかなり理想に近いと思います。今回はこっち側のテーブルをメインで使っていきます。で、途中ホームセンターとかでなんかいい台あったら買ってみます。そしてゴミなんですけど、やっぱり溜まってきます。で、軽自動車なので今回あまりゴミのスペースがありません。なので、2日に1回ぐらいはキャンプ場やRVパーク行ってゴミ処分します。で、北海道たまに道の駅でも有料でゴミを処分できるところがあります。そういう場所があった時は積極的に利用します。そして今回車内で火を使いますんで、この消火スプレーも常時置いときます。はい、片付け完了しました。で、意外とですね、走行中こんな感じで置いていても荷物が崩れたりしません。普通キャンピングカー、キャブコンとかだったらもうこれ跳ねて落ちたりしてるんですけどね、やっぱりこの辺はキャンピングカー仕様ということで、キャンピングカーではなくて普通の軽バンハイゼットカーゴクルーズターボなので、車内の荷崩れもかなり少なくて助かります。
シュラフはもうどうしましょう。畳んでもまた今日出しますんで、もうこのまま奥で降りていただきます。収納場所などはまた後々考えます。はい、近くのホームセンターにまた戻っていろいろ買ってきました。はい、この台はこの木の下に入れようかと思います。また後でやってみます。一旦置いてきます。ここからなんですけど、南下していきます。函館の方に行ってフェリーに乗って青森へ向かいます。今ここですね、北海道の真ん中あたりです。でここから南下していきます。札幌また通ってで函館行ってフェリーに乗って、この青森県の一番北、本州の最北端ですね、大間に向かいます。で函館まで結構距離がありますんで、途中どこかですね車中泊します。 RV パーカーキャンプ場予約できたらそちらで車中泊します。それでは安全運転で再出発します。この道路端には積み上げられた雪の山、すごいですね。今日はすごく天気が良くて、この真っ白に染まった旭川の世界がすごい美しいです。はい、今ちょっと動画撮れてなかったんですけど、信号赤だったんで止まろうとしたら滑りました。四駆に入れていたんですけど、ABS が作動したようにガガガガガってブレーキが踏んでもなんか押し返される感じでびっくりしました。すごい綺麗な世界だったんですけど、一瞬で怖くなりました。はい、一応異常ないか見ておくためにコンビニ寄りました。そうですね、見た感じ大丈夫そうですね。シンプルに滑ったっぽいです。これね、完全地面凍結しています。スケートリンクのようにツルツルしてます。もう本当に信号の止まりかけの時、時速10キロか15キロぐらいでした。それでブレーキ踏んだ時に ABS が作動した感じでガガガって戻されて、で滑っていくんですね。なんで多分タイヤがロックしたんでしょうね。なんで ABS が作動してゆっくりガガガガって回ってくれて、ですぐ復帰できました。でも距離に言ったら多分2メーターぐらいですかね。信号の停止線よりだいぶ前に出ちゃいました。これがもし速度上がってると思ったらすごい怖いですね。なので当たり前ですが、こういった雪国の路面凍ってる時はもう車間距離めっちゃ開けた方がいいですね。ちょっとコーヒー飲んで落ち着いて高速乗ります。しかし北海道の道は冬に走らないとわからない機能がたくさんあります。夏走った時はなんでこんなところに停止線って横に看板あるんやろうとか、ポールがあるんやろうとか、信号が立てないやろうとかいろいろ思ってたんですけど、冬に来れば全てが分かります。道路が見えないんで全て上に標識があります。面白いですね。はい、じゃあ早めに1回目の給油しておきます。はい、セルフスタンドでした。北海道は給油するのも素手だったらめちゃくちゃ寒いです。手袋必須ですね。はい、満タンになりました。はい、じゃあ燃料計算しますので、もうレシート取っておきます。なんかティッシュいただきました。ありがとうございます。はい、今から下道になります。札幌過ぎて小樽も過ぎて余市というところで高速を降ります。ここからね結構山道入ると思います。高速を降りるとまた路面が凍ってきましたね。4個スイッチ押しておきます。まだ3時半なんですけど、もう夕方みたいに暗くなってきました。で路面の状態がですね、わだちもできていてすごい嫌な感じになってきました。はい、意外と山の中入ると塩化カルシウム多分巻かれてますね。綺麗に雪がなくなっています。でこれ下りなんですよね。雪道の下りほど怖いもありません。慎重にエンジンブレーキかけて降りていきます。はい、倶知安町に入りました。羊蹄山がすごい近くてめっちゃ綺麗です。この町にキャンプ場とそして温泉が併設した RV パーク倶知安があります。今日予約したら大丈夫だったんで、今日はそちらで車中泊して明日函館からフェリーに乗って青森県本州へ向かいます。
こですね。うわ、すごいロケーション。めちゃくちゃいいです。はい、無事到着しました。見てください、このロケーション。すごいですね。羊蹄山が目の前に広がります。しかも遮るもの何もありません。絶好のロケーションですね。それでは早速受付してきます。はい、受付終わりました。ここまで走行距離は約400キロです。今日車中泊する RV パークはゴミ代込みで2950円でした。で、電源付きも選べるんですけど、今回自分も電気使えませんのでなしにしました。明日のチェックアウトは11時です。ゆっくりできますね。明日の朝の羊蹄山が楽しみです。自分温泉併設と勘違いしました。シャワーでした。とりあえず近くにスーパーありますんで買い出しで行きます。今日はあったかい鍋いただきます。はい、ここから車で3分でスーパーあります。 RV パークのすぐ横はホームセンターがあります。かなり便利ですね。はい、ありました。なんかめちゃくちゃ混んでますね。もう満車です。お店の前は観光のバスや海外のスキー客の方がたくさんいます。いろんな海外の方がいますんで、ここだけ日本じゃないみたいです。はい、じゃあ買ってきます。うわ、ウニが大量に売っているんですけど、なんとこれ9200円です。税込み9936円。もう海外の値段設定ですね。はい、じゃあ生ものとか結構買いましたんで冷蔵庫に詰めてRVパークに戻ります。この一見キャンピングカーに見えない外見ですが、中を見るとすごいキャンピングカーなのが面白いですね。あ、少しだけ雪降ってきましたね。この辺倶知安町の雪はすごいパウダースノーで有名みたいです。スキー場もたくさんあるみたいで、明日の朝どのぐらい積もるか楽しみですね。はい、持ってまいりました。一瞬ですね。RVパークなんですけど、ちょっとだけ前が下がってますんでレベラーかまします。はい、こっちの前のタイヤ1段とさらに右側下がってますんで、こっちのタイヤは2段上げます。まずはこっちが1段。雪沈みますんで木自作しました。でこれを敷いてからレベラー1段かまします。こっち側は2段になりますんで、これとでもう1個上げて、これで高さが2段階になります。この1段の方はもうちょっと後ろですね。この辺にしときます。はい、じゃあこれで乗せます。はい、これでだいたい平行になりました。はい、5分とか10分も経ってないんですけど、もうこんなにも雪が積もっています。あ、やっぱサラサラですね。もう一歩上げてきます。はい、じゃあシェードもしておきます。あ、後ろのワイパーもこれ曲がりそうですね。上げてきます。あ、これどうなんやろ。これどっちが正解なんですかね。変わんないですよね。もうこれでいきます。はい、じゃあシャワー浴びに行ってきます。あ、雪がついちゃいました。はい、で今日鍋するんで、ここに入れていた鍋ももう取っておきます。じゃあ行ってきます。この中にシャワーがあります。シンクありますんで、こちらで洗い物することもできます。でなんと電子レンジやこれ洗濯機ありますね。ここで洗濯してもいいですね。長期旅の方はすごいありがたいですね。でここはシャワールームです。こっち側がトイレで、こっち側がシャワールームです。すごい綺麗ですね。できたばっかしなんですかね。1回200円で10分間シャワー入れます。でボディーソープやシャンプーもありますね。では浴びていきます。あ、ドライヤーここあるんですね。ドライヤーないと思ってもう髪の毛を洗えませんでした。ちょっとみんな男女共有の部分になっちゃうんですけど、洗い物とかする場所なんですけど、髪の毛乾かすのここになるんですけど、ドライヤーも使えるようです。熱いシャワーを10分間浴びたら体がほかほかになりました。さっきより雪が増してます。じゃあ湯冷めしないうちにパパッと戻ります。やっぱりこれワイパー上げた方がいいですね。こうしておきます。
うわ、結構積もってますね。それでは車内入って温まります。はい、じゃあ船入ります。後ろぶつかってますねこれ。